アリストテレスの唱えた自然と万物の法則。イントロダクション。アリストテレスは古代ギリシャの哲学者で、その学問領域は哲学、政治学、生物学など、非常に幅広いものでした。彼の思想はその後の西洋哲学に大きな影響を与え、現代に至るまでその影響は色濃く残っています。今回は彼が唱えた自然と万物の法則について、ずんだもんと四国メタンの対話形式で解説していきます。アリストテレスの自然観。アリストテレスの自然味って何なのだ？アリストテレスは自然を理解するためには、物事の本質や目的を理解することが大事だと考えたの。彼にとって自然とは、物事が自己の本性に従って変化し、成長する過程なの。これは彼が唱えた、テロス、つまり目的論の一部で、彼の自然観の根幹をなしているの。それはどういうことなのだ？例えば、獅子は土の中で成長して、やがて木になる。これをアリストテレスは自然の過程と捉えて、獅子が木になるというその目的に向かって自然が働いていると考えたの。つまり彼にとって自然とは目的を持って動いて変化していくものだったのよ。アリストテレスの万物の法則。それじゃあアリストテレスの万物の法則って何なのだ？彼は万物には目的があって、それが達成される時に最も美しいと考えたの。例えば獅子は成長して木になることがその目的で、その過程が自然の法則に従っていると解釈したのよ。それはどういうことなのだ？アリストテレスは万物があるべき姿、つまり形相に向かって成長し変化していくと考えたの。これは彼の形相と質量の理論の一部で、物体はその形相に向かって変化し、その過程を質量が支えているという考え方なの。彼の万物の法則は、万物がその形相に向かって自然の法則に従って変化していくという考え方を指すのよ。アリストテレスの思想の影響。アリストテレスの思想って僕たちの生活にどう影響してるのだ？彼の思想は科学や倫理、政治学など多くの分野に影響を与えているの。例えば彼の自然観や万物の法則は現代の生態学や環境倫理学の基礎を築いたの。それから彼が提唱した自然と万物の法則という考え方は、物事の本質や目的を追求する現代の科学的思考にもつながっているのよ。なるほど、それはすごいのだ。それだけじゃなくて、彼の思想は現代の倫理学や政治学にも大きな影響を与えているの。彼が提唱した中庸の道は、過度な欲望や行動を避けて適度な欲望や行動を目指すという考え方で、現代の倫理観にも影響を与えているの。それから彼の政治思想は現代の民主主義の基本的な考え方にも影響を与えているのよ。まとめ。アリストテレスの自然と万物の法則の理解は、現代の多くの学問に影響を与えています。自然の中に存在する美しさや秩序を見つける彼の視点は、我々が世界を理解するための重要な道具となっています。彼の思想は、物事の本質を理解し、それをもとに物事を考えるという、現代の科学的な思考法の基礎を築いたと言えるでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。